こんにちは。今回はブルプロに久しぶりの新クラス実装。ということで、ブルプロ通信16が16日に10時より配信されますが、なんとそれ以前に公式特設サイトで情報が公開されました。それに加えて、ゲーム系メディア各9社の方にて、先行プレイレポートとして詳しい新クラスの情報も出ていました。クラス実装前からスキルの細かい説明まで公開されていましたので、そちらも各メディアのプレイレポートからまとめてご紹介していきます。それではまず、ブルプロ公式 YouTube より公開されている新クラス、ビートパフォーマーの PV 映像から見ていきます。以前のブルプロ通信で触れられていたジャカジャンがギターだということが分かりましたね。PV のキャラかわいい。ギザギザな歯と目の感じが好きです。サポーター、いわゆる支援クラスだと言われていて、地味なのかと心配していましたが、思った以上に派手で面白そうですね。遠距離クラスというよりも、かなり接近して戦う感じができそうですね。エフェクトとモーションが派手でかっこいいです。これがウルトですね。バフ系の効果持ちです。こちらが新クラス、ビートパフォーマーの公式 PV 映像でした。YouTube の方で公開されていますので、映像の方をじっくりと見たい方は、ぜひともそちらの方でご覧ください。PV 映像も見たところで実際にどんなクラスなのか見ていきましょう。まずは公式特設サイトの簡単な情報からです。クラス概要についてです。多彩な音楽を奏で、バフや回復など様々なサポートを行う遠距離クラス、アンプによる拡散で効果範囲を拡大し、パーティーの戦力を大幅に高めます、という説明が公式からの引用です。武器がギターのような見た目の通り音楽で戦い、バフや回復が主体の遠距離サポートクラスなようです。クラスアクションでアンプを使用し、効果範囲や効果そのものを増幅させてパーティーの支援をするといった感じですかね。アンプって一体何のことなの？という説明がさらに続きます。画面右上にあるものがゲーム内で出てくる、ジェネレートアンプです。これをクラスアクションで設置できるようです。自身の攻撃やスキルに連動して、範囲攻撃や範囲バフがアンプから発生し、効果をより広い範囲に拡散できます。そして一部スキルではアンプにヒットさせることで、アンプを中心にスキルを拡散する必要もあるようです。演奏スキルでは、アンプにヒットさせる必要はなく、自身とアンプの周囲にスキル効果を拡散できます。映像を見る限りだと、通常攻撃や多くのスキルがこちらの仕様のようでした。アンプを狙って確実にスキルを当てるなんてゲートは、なかなか難しいとは思いますね。まあ実装されて触ってみるまでわかりませんが、重要なスキルがこのタイプだと慣れるまで苦戦しそうです。特に混戦になりやすいミッションだと、自動的にアンプから効果が発動するスキルが、楽で爽快感あるでしょうね。そしてもう一つ注目なのがヒートゲージというクラスシステムです。既存のクラスでもそれぞれ特殊なゲージがありますよね。ヒートゲージではアンプに拡散した攻撃をヒットさせるなどして、ヒートゲージを増加させ、最大値まで上げることで、攻撃とスキルが強化される、ハイスピリットが発動できるようです。ちなみに発動方法はゲージ最大時に通常攻撃を長押しです。ハイスピリット発動中は通常攻撃とスキル性能が強化されます。というわけで、ヒートゲージを頑張って貯めて、バフスキルを強化して発動しようということになります。こちらも実際に使ってみないとわからないことが多いです。どれだけヒートゲージとハイスピリットが重要なのか気になるところです。ここまでがおよそ公式特設サイトで公開されていた情報です。残りはゲーム系メディアでの先行プレイレポートからの情報ですね。そちらをご紹介する前に少しだけイベントについて触れておきます。マンスリーイベント、ロマンのかけらです。ゲーム内で白波の玉という交換用アイテムを集めて、記念品交換所で各種衣装やアイテムと交換できます。なんとビートパフォーマーの衣装もこちらのイベントでゲットできます。他社で入手できる限定衣装かなと思っていたので、イベントで交換できるとなるとテンションが上がります。新クラスの衣装だけでも忘れずに交換したいですね。そして現在、週末ブーストとログインプレゼントが開催中です。ビートパフォーマー実装直前のイベントですね。投稿時点だと1週目は終わってしまいましたが2週目には間に合います。マンスリーイベントや新クラス実装直前イベントのご紹介でした。月に各ゲーム系メディアの先行プレイレポートから判明したビートパフォーマーのスキル詳細をご紹介します。各ゲーム系メディア様の方の先行プレイレポート映像を使うのは個人的に控えようかと思いましたので、
スキルの説明が文字だけになってわかりづらい点、ご容赦ください。それでは見ていきますね。最初から文章が長いかつ小さくて申し訳ないです。こちら各ゲーム系メディアで紹介されていた先行プレイでのゲーム中の説明文そのままです。スキル説明文の全てに触れていると拉致が開かないため、重要な部分をかいつまんで軽く説明していきます。こちらのソウルコンボが通常攻撃の内容です。アンプと連動した範囲攻撃を展開します。左右派生攻撃は自身とアンプを中心に範囲ひるみ攻撃。前派生は光属性攻撃で、アンプを狙うと拡散。後ろ派生は自身へ一定時間ヒートゲージ上昇バフと、ハイスピリット状態時限定で、回避スタミナ消費量減少バフ。ヒートゲージ最大時は、通常攻撃を長押しでハイスピリット状態に入れます。といった感じです。そしてまさかの前派生が光属性です。盾のイージスファイターと被ってますね。おそらく闇属性とかにしてしまうと、エネミーが光属性弱点かつ、闇属性耐性が多い弊害が出るんでしょうね。クラスアクションのジェネレートアンプ。こちらでアンプを設置することができます。インターバルが1秒なのでほぼ好きなタイミングで、アンプの置く場所を変更できます。基本的にアンプの設置はお手軽かつストレスフリーだと思われます。ただ設置系スキルはブルプロの使用上、段差があると荒ぶりやすく、何かと視界も不安定です。そういった面では使いづらいところもいつも通りかもです。1人につき1個までアンプを設置でき、G1 で30秒、G3 以降は60秒間経過で消滅するようです。戦う位置が変わらないなら1分ごとに置き直すだけで良いため、再設置の手間もそこまで必要ありません。クラスアクションとしては十分使いやすいと言えますね。カデンツァ。バフが強力なウルトスキル。自身とアンプを中心とした範囲に、攻撃、味方 HP 回復、余ダメージアップ台、非ダメージダウン台を付与するバフエリアを順番に発生させる。効果時間は約30秒であり、効果中は非常に強力なバフを付与できるので、ボス戦などの重要なタイミングで使用したいですね。ここからはタクティカルスキルの説明です。既存の他クラス同様に13スキルあります。説明順はスキルを習得できるレベル順です。おそらくスキル一覧で上から順番に説明していると思います。数も多いのでほとんど簡単な説明だけでどんどんいきます。バインドロック。名前の通りバインド拘束状態を付与します。アンプ拡散ヒット時に範囲攻撃を展開。ハイスピリット状態では余ダメージが 30% ほどアップ。ブレイブノート。余ダメージアップ中の範囲バフ付与。ハイスピリット状態時はこのバフの効果量上昇。範囲が自身とアンプを中心にする範囲なので使い勝手も良い。通常時は 10%。ハイスピリット状態時は 15% の余ダメージアップバフ。G2 以降インターバルが約3秒短縮される。リバーブヒール。味方 HP を回復するヒールスキル。アンプを狙って音波を出すタイプで、範囲回復にする場合はアンプに当てなければいけない。ミスすると一気にパーティーが窮地に陥るかも。G3 以降インターバルが約3秒短縮される。ブレイクダウン。純粋な攻撃スキル。フィールドの狩りなどで使用するもしくは、スキル枠に空きがあれば入れる余地ありか。ヒートゲージの上昇量も気になるところ。ハイスピリット状態時は余ダメージが 30% アップする。メディカルコード。非ダメージダウン中と HP 回復量アップ中のバフ付与。音波を飛ばしてアンプにヒットさせると範囲付与になる。ハイスピリット状態時は効果時間が30秒から50秒に延長される。HP 回復量アップ効果は約 15% 増加する。データスキルになると自身とアンプを中心する範囲バフに変化し、格段に使い勝手が向上するため、データスキル必須化。G2 以降インターバルが約5秒短縮される。オーディアグレス。アンプを設置して範囲攻撃する。スキルボタン追加入力で継続ダメージエリアを設置する。インターバルは約10秒延長されるが、合計21回のダメージを与えられる。ハイスピリット状態時は余ダメージが約 30% 増加しさらに範囲が拡大する。データスキルでアンプ設置時にアンプの方向にエネミーを引き寄せできる。つまりデータスキルになると終的スキルとしても使えるため、引き寄せの度合いにもよるが必須級のベータ効果と言える。G2 以降インターバルが約2秒短縮される。ルーターズソング。非ダメージアップ中と余ダメージアップ中の両方を付与するバフエリアを展開する。一定間隔でタイミングよくスキルボタン追加入力で、さらに非ダメージダウンバフエリアを展開する。ハイスピリット状態時だとバフの効果量と範囲が増加。これらのバフは効果が重複すると書いてあり、
一見意味不明に思えるが、このスキルを使用すると一定間隔で計4回のバフを付与する。これらのバフが重複するという意味だと思いますが、実際現時点だと何のことを言っているかはわかりませんね。スタンウェーブ。名前の通りスタンを付与する。音波を出すタイプでアンプに当てないと範囲にならない。ハイスピリット状態時はスタンの持続時間が6秒から7秒に延長される。ベータスキルで属性耐性ダウン中も付与できるため、スタン以上にこちらのベータ効果も必須級。G3 以降インターバルが約5秒短縮される。ハルシオンノート。リバーブヒール同様に味方 HP を回復するスキル。リバーブヒールと比較するとインターバルが長い代わりに、自身とアンプを中心に回復エリアを展開し、最終段で HP 継続回復を付与できる。ハイスピリット状態時は回復量と範囲が増加する。ベータスキルになると HP 回復量が低下し HP 継続回復がなくなるが、味方に HP 吸収効果を付与できる。効果時間にもよるがこのベータ効果も考慮すると、リバーブヒールよりもこちらのスキルが重要そう。G3 以降インターバルが約3秒短縮される。ソリッドゲイン。アンプを設置し範囲内の味方へスーパーアーマーと非ダメージダウン中を付与する。バフの効果時間は G3 以降で約15秒。G2 以降インターバルが約5秒短縮される。そのためバフがない時間は約20秒間くらいと思われる。アルファスキルになると属性耐性アップ中。ベータスキルになると救護と移動速度アップ中を追加で付与する。ミッション周回ではベータスキル効果が必須級。スーパーアーマー。非ダメージダウン。移動速度アップと非常に強力なバフスキルを範囲で付与できるため、短縮プラグがあるならこちらが最優先か。スピリットチャージ。ヒートゲージ蓄積量が増加するバフ。ハイスピリット状態時は難度持続時間が約30秒から85秒へ延長される。アルファスキルになると発動時に自身 HP 継続回復中を付与。ベータスキルになると通常攻撃で発生するアンプからの範囲攻撃の余ダメージを増加する。基本的にバフ付与以外は通常攻撃主体になりそうなため、ベータスキルの効果もそこそこ期待できるはず。こちらのスキルもベータ効果が必須級かも。G3 以降インターバルが約5秒短縮される。カムララバイ。アンプを設置し範囲でスリープを付与する。ハイスピリット状態時は範囲が拡大する。G2 以降インターバルが約3秒。ベータスキルになると約5秒短縮される。ブレイキングビート。自身とアンプを中心とした範囲攻撃スキル。ハイスピリット状態時は余ダメージが約 10% アップし範囲が拡大する。アンプ側のダメージが高くプレイヤー側はダメージが低い。こちらもブレイクダウン同様に純粋な攻撃スキルのため、スキル枠に入れるかどうかはかなり迷いどころ。ブレイクダウンよりも範囲が広い代わりにダメージが低いと思われる。そもそもエラー落ちが多いグルプロで範囲攻撃を使用するかどうかは、各個人のプレイ環境で左右されそう。という話をここだけの秘密。G2 以降インターバルが約5秒短縮される。最後にクラスアビリティの説明です。リサージェンス。クラス共有アビリティの一つ。味方の救護が成功時にその味方へ非ダメージダウンを付与する。弓の人が装備しても良さそうです。エキサイトライブ。ヒートゲージの上昇量を増加させる。単純ですが強い効果のため重要度は高そう。コンフォーティング。演奏スキル使用中。自身に HP 継続回復を付与する。味方には付与できないのが痛いところ。オルタナティブスタイル。ハイスピリット状態中。通常攻撃した派生が、ヒットした味方の HP を回復する音波発射に変化する。この音波がアンプヒットにすると回復エリアを展開する。つまりハイスピリット状態時に味方の HP 回復が下派生でできるようになります。下派生攻撃のヒートゲージ継続回復もなくなるかどうか気になります。どれくらいヒートゲージが溜まりやすいかで評価が分かれそう。ロックサーフェス。演奏スキル使用中。自身にスーパーアーマーを付与。G2 以降さらに非ダメージダウン効果を付与する。基本的に演奏スキル使用中は無防備になるため、こちらのアビリティは必須級の効果を持つ。最優先で装備したいアビリティと言えます。アプレッサーモード。クラス共有アビリティ2つ目。自身が攻撃系のタクティカルスキルを装備している場合、自身に余ダメージアップ賞を付与し、さらにその数が多いほど効果が強化される。こちらはビートパフォーマーには合わないですが、他クラスでかなり重宝されますね。弓以外の他クラスもダメージ火力を出したいため、かなり強力なクラス共有アビリティと言えますね。つまり他クラスの人もビートパフォーマーを育成する理由の一つとなります。余談ですが火力を出す場合、2のダメージバーストと併用したいですね。
以上が現時点で各ゲーム系メディアの先行プレイレポートから判明したスキル詳細についての情報でした。説明帳で長くなってしまいましたが、今回の動画は以上となります。どうでしたか？新クラスビートパフォーマー動画投稿時点ではブルプロ通信前ですが、かなり詳しくスキル情報が判明しましたね。ぜひとも新クラスについて皆さんのご感想などコメントで教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。